ガンダム00クワンタに SD コマンドガンダムの要素を組み込み、実体兵器に限定した装備を数多く備え、ダストストームブレーカーの2つの名を持つこの機体を今回はウェザル。どうもダーティです。今回はガンダム00コマンドクワンタデザートタイプをがっつり汚してミリタリー感あふれるかっこいい仕上がりになるように製作していきます。どう考えても汚してくれと言わんばかりのカラーリングと装備ですよね。では早速一緒に作っていきましょう。フェーズ1仮組みではパーツを切り出していきます。ゲートを少し残してカット、その後片刃ニッパーできれいに糸切りしていきます。あとは説明書通りに組んでいきます。今回はゲート跡のヤスリ掛けやモールドの彫り直しはせずパチ組みで製作していきます。で、あっという間に仮組み完成です。この時点でミサイルポットの弾頭のパーツ、このレゴみたいなパーツと膝アーマーのパーツ、この黄色のパーツと腕と足にある GN コンデンサーのクリアパーツはつけずに作業していきます。フェーズ2パーツ処理。まずは定番のアンテナのシャープ化をします。ニッパーでカットしてヤスリで整えてこんな感じに仕上げておきます。次はこのよく曲がるコマンドソードをシャープ化します。剣先をニッパーでカットします。反対側も同じ角度でカットしてヤスリで自然な曲線になるようになじませていきます。こんな感じの仕上がりです。コンバットナイフも同じようにシャープ化しておきます。シャープ化が終われば400番のヤスリでツルツルの表面を少し荒らしておきます。軽く撫でるように全体をヤスリ掛けしておきます。それが終わればコマンドソードだけニッパーでカットして刃こぼれを作っていきます。くの字になるように上下からカットします。柔らかいので少しねじ切るような感じですね。それがまたいい雰囲気の刃こぼれになってありがたいんですけどね。で、この作業をほどほどにばらつかせてやっていきます。こんな感じで複数の箇所に刃こぼれ加工を施しました。フェーズ3部分塗装。まずはガンダムマーカーのシャインシルバーを使って先ほどのコマンドソードやコンバットナイフの刃を塗っていきます。塗りムラが少しできますが後にウェザリングを施すのでそのムラも味の一つなので気にしなくて大丈夫です。ヘビーマシンガンのブレードも忘れずに塗っておきましょう。次はラッカー塗料の蛍光レッドでツインアイを塗っていきます。はみ出してもいいので塗料がしっかり乗るように塗っておきましょう。そしてしっかり乾燥してからエナメル塗料のブラックで熊取り部分を塗っていきます。こちらもツインアイにかぶっても大丈夫なのでしっかり黒く塗っておきましょう。こんな感じです。で、塗料が乾燥したらエナメル溶剤でツインアイにかかった部分だけを拭き取っていきます。ガイアノーツのフィニッシュマスターがやりやすくておすすめです。で、ブラックライトを当ててきれいに拭き取れたかチェックするといいですね。これで OK です。次は組んだ時にパーツの裏側が見える部分を塗っていきます。水性ホビーカラーの焼き鉄色を使います。足首部分のアーマーです。今回はがっつりウェザリングをするので綺麗な部分が見えるとダサいのでしっかりと裏側を塗っておきましょう。その他のパーツもこんな感じにしておきます。次は塗装ではないのですが GN コンデンサーのクリアパーツ、こちらにマスキングゾルを塗っていきます。しっかり振ってからちょんちょんとランダムにマスキングゾルを厚めに乗せていきます。全体的にこんな感じです。これらが終われば水性の反光沢クリアをガンダムマーカーで塗装したソード類に拭いていきます。ラッカー系だとガンダムマーカーが溶けてしまうので水性でとマスキングゾルをつけたクリアパーツにも反光沢を、それ以外のパーツは艶消しのスーパースムースクリアを拭いていきます。こちら拭き終わりです。これぐらいのパーツに分割してこの後も作業していきます。フェーズ4スポンジチッピング。チッピングも水性ホビーカラーの焼き鉄色を使い、そして今回は隙間テープのスポンジで作業していきます。厚みがないのでメラミンスポンジに貼り付けて作業していきます。塗料を瓶ごとよく振って
蓋についた塗料をしっかりつけて、ペーパーで塗料を調節してからパーツのエッジ部分を中心にポンポンしていきます。エッジ部分が立体的に見えるようにしていくのと、今回はがっつり汚していきたいので、広い面にも程よくチッピングしていきます。やりすぎぐらいにがっつりやっていきましょう。こんな感じにしっかりチッピングしました。黒いパーツにももちろん同じ焼き鉄色でチッピングしていきます。メタリック塗料なので金属感が出てきます。次はコマンドソード。まずは刃こぼれした箇所を中心にチッピングして、あとは刃の前面にもポンポンとしておきます。僕のイメージでは切るというよりか叩くみたいなイメージがあるので、そんな雰囲気の剣に仕上げていきます。こんな感じでチッピングしています。で、こちらチッピング後ですね。全てのパーツにかなりしっかりめにチッピングしているのがわかると思います。カラーリングも相まってかなりミリタリー感がありますよね。関節部のフレームなどもしっかり作業して金属感を出しています。パーツを結構小分けにしているので少し手間はかかりますが、ここは惜しまずに頑張って作業しましょう。アームズシールドも裏面もがっつり汚しています。フェーズ5、墨入れ。今回の墨入れはリアルタッチマーカーのブラウン1で行っていきます。まず墨入れしたい箇所にマーカーを引いて指でぼかしていきます。その後にメラミンスポンジで軽くこすって自然な感じになじませていきます。今回ブラウンを使っているのは錆びた感じが欲しいので、この色をチョイスしました。比較するとその効果は絶大ですよね。で、こういう指が入らない箇所なんですが、インクがなくなったペン先を使ってやるといい感じにぼかせます。なければ綿棒などでも大丈夫です。こちら墨入れ5です。ブラウンの墨入れによって錆びっぽい感じが出てかなり使用感が増しました。これもマーカーを引いて指でぼかしてメラミンスポンジでなじませると工程が大変なんですが、しっかりやっておきましょう。フェーズ6、グラデーション。引き続きリアルタッチマーカーのブラウンとウェザリングマスター D セットのオイルを使ってグラデーションをかけていきたいと思います。まずはソードから。リアルタッチマーカーでの作業のやり方は墨入れの時とさほど変わりませんが、今回はチッピングの上にマーカーで点を打ってぼかしてグラデーションをかけていきます。リアルタッチマーカーの塗料は半透明なので、下地の色の上にブラウンの汚れ感をのせていくイメージです。こんな感じに刃こぼれ箇所やチッピング箇所にブラウンでグラデーションをつけていきました。次にウェザリングマスターのオイルを塗っていきます。こちらも先ほどと同じ刃こぼれ箇所やチッピング部分、あとエッジ部分に塗っていきます。仕上がりはこんな感じです。あとは錆びそうな箇所にもマーカーで汚していきます。このように点を打って指で優しく撫でると錆びだれの表現もできます。ここでもメラミンスポンジで調整したり消したりできるのでガンガン汚していきましょう。あとはエッジの部分にもマーカーで茶色、ウェザリングマスターで薄く黒をのせてグラデーションをかけていきます。で、こういうへこんだ箇所もマーカーで少し多めにインクをつけてぼかしていくと、こんな感じにいい錆のグラデーションをつけれます。また逆に山なりの部分にも同じようにマーカーで汚していくと、これまたいい感じの錆感になります。黒いパーツはかなり雑にマーカーで汚していきます。こんな感じに適当にインクをつけて、書けないペン先でインクを広げていきます。一気に使用感が増しました。足の部分にはウェザリングマスターの A セットのライトサンドも使います。がっつり塗りたくっていきます。せっかくのデザートタイプなのでこれぐらいつけておきましょう。で、足裏と同じように側面にも適当に点を打ってぼかしてライトサンドをのせておきましょう。比較するとこんな感じでめちゃくちゃ汚しまくりです。次はクリアパーツのマスキングゾルを剥がしてウェザリングマスターのオイルを塗っていきます。
反光沢を吹いたところには程よくウェザリングマスターが乗ってクリアパーツにも少し汚れ感を演出しておきます。こんな感じです。すみません、こちら部分塗装の時に塗り忘れていたのですが、ヘッドパーツのセンサーの部分に蛍光レッドを塗っておきます。爪楊枝で慎重に塗っておきました。こちら作業終了後です。錆びだれやウェザリングマスターのオイルでエッジ部分を強調してさらにリアル感が増したと思います。下半身のパーツには少しハイライトでライトサンドも使用しています。フェイズ7ピンウォッシュ、エナメル塗料の赤サビでピンウォッシュを行っていきます。塗料をエナメル溶剤で薄めていきます。だいたい塗料が半透明ぐらいに薄まっていれば OK です。で、先ほどのグラデーション作業でつけたサビポイントのここは強調したいという箇所に塗料を塗っていきます。こんな感じでさらにもう一段階赤サビでグラデーションをつけていきます。で、失敗したって時に綿棒でさっと拭き取ってください。この時綿棒には溶剤をつけないでください。もし溶剤をつけてしまうと下のマーカーやウェザリングマスターも一緒に拭き取れてしまうのでご注意を。で、全ての箇所にやってしまうとメリハリがなくなってしまうので、ポイントやパーツを絞って作業していきます。限定的にやるから映える汚しですね。で、今回はこれくらいのパーツに作業をしました。ファイナルフェーズ組み立て。こちら武器類に付属のシールを貼っていきます。ヘビーマシンガンには両面、アームズシールドの持ち手についているパーツ、センサーユニット、あと後頭部にワンポイント、これぐらいシールを貼りました。で、GN コンデンサーなんですが、ここに来てまた蛍光レッドを塗っておきます。これは忘れていたのではなく、ウェザリング作業で汚れてしまうので最後に回していました。で、GN コンデンサーのクリアパーツをつけて、これでようやく全ての作業が終わりました。ではサクッと組み上げて頭部をつけて、では完成です。どうぞ。では比較です。今回はウェザリング作業を大胆に行い、がっつり汚してミリタリー感をマシマシにしました。もともとの成型色がブラウンやくすんだグリーンなので、そこに黒系やリアルタッチマーカーのブラウン、赤サビでトーンの幅をさらに広げ、金属感やサビ感で情報量を追加しました。差し色のイエローや GN コンデンサーのレッドのおかげでメリハリがついて淡白な仕上がりにならずに済んでいるのはキットのおかげです。ではアップで見ていきましょう。クリアパーツに反光沢を初めて拭いてみたのですが、程よく汚れも乗って今回の機体にうまく馴染んでくれました。で、このキットはパーツ数の割には凹凸が多くて、エッジを強調するだけでも面がはっきりしてかなり見栄えするいいキットだと思います。コマンドソードは今回の一番のお気に入りポイントですね。アンテナもシャープにしすぎず武骨な感じにして、スタイリッシュさよりも今回は泥臭い感じにしています。いかがだったでしょうか。今回はガンダム00コマンドクワンタデザートタイプをがっつり汚して製作してみました。武装も実体兵器のみで、しかも全武装マウントできるし、僕からしたらかなりよだれものの機体でした。武器も多いからポージングつけるのも楽しいですし、何パターンかウェザリングを試したくなるかなりいいキットだと思います。で、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。何か一つでもためになれば幸いです。ではまた。